悪玉コレステロール値が高い人は動脈硬化になり、脳梗塞や心筋梗塞まで発症しやすいです。ほんま怖いです。どすこい。セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって中性脂肪が溜まったまま引退しました。そこで今回は私の考えるたった1分座ったまま悪玉コレステロール値を下げる専門的な筋肉を刺激して速攻解消し、体全体の悩みも解消する学習の授業になります。私もコレステロール値が高かったので、皆さんの気持ちは痛いほどわかります。今パソコンやスマホや生活環境も変わり、歩くことも少なくなって中性脂肪や悪玉コレステロール値が上がるなど、いろいろな問題を引き起こしています。それをほったらかすと、将来的なリスクは血管にこのようにコレステロールが溜まってしまい、そして動脈硬化を引き起こし、最終的には高血圧、脳梗塞、心筋梗塞まで引き起こす可能性がありますので注意してくださいね。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。皆さんよく悪玉コレステロール値を下げようと有酸素運動を30分以上やろうとしたり、運動しろと勧められたりしていないですか？これほんま続きません。そしてリバウンドします。皆さん実際に頑張ってやっているかもしれませんが、結局は症状が戻っていませんか？これいきなり負荷を上げて効率が悪くなっているのが理由です。なのでまずは私と一緒に家から座ってスタートしましょう。では早速実践していきましょう。これ座ってできるのでめちゃめちゃ簡単です。3つの体操を各20秒合わせて1分やっていきます。それではまず1つ目です。肘をまず伸ばします。そして手のひらを目の前よりかこのように少し外に向けます。そして胸を張った状態でこのような形で左右に揺れていきます。その揺れている時に横腹のところに力が入りますので、そのままの状態で20秒間やっていきます。ではやっていきます。頑張りましょう。ゆっくりで全然いいですからね。できるだけこのように体をこう下げきる、床の方に肩を下ろしきるっていう方が脇腹のところに力が入りやすいので、そのまま20秒間やっていきます。ほんと休憩したような状態で構わないです。そしてソファーに座っている時は肘を曲げた状態で肘を下ろすだけでも構わないです。ただこのような形で胸は張ってください。 OK です。それでは2つ目の体操です。まず最初に股関節を広げます。そして足の裏をこのように合わせてもらってかかとは離さないようにします。そして小指側の方だけ少し床から浮かす、このような形で浮かすといいです。そのままの状態でかかとをこのようにこう振って上下にします。これ背もたれのある椅子とかソファーであればこのような形で背もたれで持たれてもらっても構わないです。これを20秒間続けていきます。ではやっていきましょう。こうですね、このような形でやっていきます。あまりこれは早くやらなくていいです。全然ゆっくりでいいですからね。そしてこの時に太ももの内側のとことか、そしてお腹の前のあたりに力が少し入っているといいです。あまり無理なくていいです。これ全然ゆっくりでいいですからね。このままの状態で20秒頑張ります。もうちょっとですね。 OK です。案外これだけでも辛いですよね。次は3つ目の体操です。まず肩幅に膝の位置をこのように合わします。そのままの状態でかかとですね、かかとは浮かさないで指だけこのような形で近づけたり離したり近づけたり離したりっていうのをしていきます。そうするとすねの内側、すねの外側のところに力が入っていきますので、これを20秒間やっていきます。ではやっていきましょう。頑張ります。こうですね。これ全然ゆっくりでいいですからね。できるだけ親指近づけて、できるだけ親指を離すっていうのを繰り返していけばいいです。そして膝はここの位置は動かさない。これが結構ポイントになります。あとはかかとの位置を動かさないでくださいね。結構動かしそうになるんですけど、できるだけ動かさない方がいいです。どうしても動かそうとしちゃうんですけどね。膝もちょっと動くとは思うんですけど、できるだけで構わないです。 OK です。正確にはこれだけ。たった1分。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。最後にこのセルフケア後に合わせておすすめなストレッチもご紹介しますので、最後まで注目してみてください。私自身も腰のヘルニア持ちなので違和感や動きも硬くなったりしますので、毎回これでリセットしています。なので皆さんもぜひ実践してみてくださいね。悪玉コレステロール値が下がる仕組みは
悪玉コレステロール値の数値が高い人は中性脂肪の値も高い特徴があります。この中性脂肪が高いと悪玉コレステロールの中でも特に悪い LDL コレステロール値も高くなります。その LDL コレステロールが血管の内側にくっつき動脈硬化も引き起こします。そしてこの3つの体操をすることで腰から下半身の大きな専門的な筋肉を刺激できますね。これをすることによって中性脂肪を血中からエネルギーとしてこのような形で燃焼していきます。3つの体操では肋骨背骨骨盤まで支えるお腹周り全体を占めるインナーマッスル、背骨そして骨盤そして太ももの内側まで支える腹筋にも関与する深部のインナーマッスル、そして骨盤股関節太ももの内側まで支える股関節を締めて骨盤も締める筋肉、膝足首足裏まで支える膝下を引き締める筋肉、ここを計画的に刺激でき働かせます。結果腰から下半身の筋肉は体全体の6割の筋肉を占め大きい筋肉でもあります。そこを動かすことで効率よく脂肪をエネルギーに変えてガンガン脂肪を燃焼するので中性脂肪も下がり悪玉コレステロール値もぐんぐん下がるわけなんですね。この悪玉コレステロール値がぐんぐん下がると血管に付着している LDL コレステロール値が解消するので結果血管の血流の循環も良くなるので動脈硬化や脳梗塞心筋梗塞まで予防できます。おまけにこの膝下の機能も正常化するので第二の心臓と言われるふくらはぎの循環のポンプも働くので下半身に溜まったむくみをきれいに全身に戻せてきれいな血液も行き渡るので全身がものすごく良くなります。そしてこのセルフケアはさらに腰痛や膝痛にもおすすめで呼吸筋も働きやすくなり歩いたりそして走ったりしても疲れにくい体になりますのでぜひ実践してみてください。この毎日たった1分の行動力、これを行うことがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒の高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の原動力になります。これからいろいろな悩みや痛みに対して情報を発信していくので私と一緒に解決していきましょう。痛みや悩みに対する質問ややってみた感想などぜひコメント欄にご記入ください。ここまで見てくれた皆さんはもうセルフケア教室の生徒ですからね。本当ご視聴ありがとうございました。ここでお話ししていた最後に今回のセルフケアをするとストレッチも伸びやすくなるので後におすすめなストレッチを一緒にやってお分かりしていきましょう。まず最初にこのような形で足を組みます。そして足を組む位置のポイントはこの膝下の真ん中ぐらいのところまでこのような形で足を組みます。このままの状態でおへそを前の方にぐーっと出していきます。体が丸くならないのがポイントでおへそをぐーっと前に出すような形です。そうするとお尻のところが伸びてきますのでこの状態で30秒です。これをすると股関節の柔軟性も上がりますのでダイエットにもなります。そして骨盤矯正や姿勢改善のストレッチにもなりますので合わせてやってみてちょうだい。それではまたお会いしましょう。